また家内が財布と携帯がないっていうのが始まってでおはようございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 本日は私たちの夢だった北海道キャンピングカー車中泊旅最終回です。よろしくお願いします。おはようございます。道の駅の物産館が開いたみたいなので、今から物産館覗きに行こうと思います。で、今日なんですけども、予定がやっと決まりました。もうずっとね、スマホ見ながらでですね、ここから90キロぐらい離れたところにひまわりの里、そこに道の駅と温泉があるみたいなんで、まずはそこを目指して行こうかなと思います。で、明日明後日はちょっと距離を走らないといけないかな。220キロずつぐらい走らないといけない感じになると思うんですけど、あんまり札幌の方に向かっていってしまうと、今日土曜日なんで混んでるかなと思うので、ちょっと手前で今日は車中泊をして、で明日明後日はもう走るだけみたいな感じになるかなと思います。はい、もうちょっとですけどね、楽しんでいきましょう。はい、じゃあ行ってきます。朝からソフトクリーム寒風が冷たい寒い北海道も終わりやな。本当。なんや寂しいよでもすごいですね、北海道って。なんかこんだけ回ったのに、また来たいなって思えるんやからな。まだいたいなって思うね。毎日見てもすごい景色だよね。住むには厳しいと思うけどねでもそうだよね。本当にこうちょっとね、旅させてもらうにはすごいところだなと思います。素敵なところね。素敵やな、本当に。もうちょっとですからね、事故のないように気をつけたいと思います。はい、行ってきます。ここは小平にしんばんや行きました。ここでね、昨日はね車中泊したいなと思ってたんですけどね、ちょっと足りませんでしたね、距離がね。でもやっぱり大きいとこやね。なんかめっちゃ大きいな。じゃあ行ってみます。すごい雰囲気がかっこいい。こういうのがね、道の駅にあるとすごいですね。すごいね。重要文化財。まやちゃん、弁当食べる。これがニシン
日清のね佃煮みたいな感じかな。ね、なんかちょっとお醤油のいい匂いが。ね、これ300円。安いよね。結構たくさん入ってるやん。でこれホタテご飯。これも300円。安いよね。キャンピングカーは向こうに止まってます。後ろ姿美しいじゃん。後ろ姿なんか女の子みたいに見えるんでね。なんちゃん、あ、可愛いな。うん、それぐらいが可愛いわ。可愛い。暑ない？それでいい？じゃあ母ちゃん、はい。日清番屋はい。出発しましょうか。はい。美味しかった。うん、美味しかったね。はい日清のご飯美味しかった。美味しかったね。なんか雰囲気あるね。ここはね。建物が。じゃあ行きましょう。またですね、今道の駅オフィラ日清番屋にいます。戻ってきたんですね。次の道の駅まで、50キロぐらい走ってたんですけど、そこでまた家内が財布と携帯がないっていうのが始まってで、山口旅に続いてですね、今から道の駅長音橋出て温泉に行こうと思ったんですけど、家内がどうも携帯を落としてたみたいでちょっとなんか面白そうなスポットがあるかどうか散策したいと思います。で、それを、これから交番に届いてるな、はい、交番に取りに行くことになりました。終わりました出所してきましたまた道の駅に全部置いてきちゃったっていうことで戻ってきました。もうね、てんてんてんってなりますけど、あったんでね、よかったんですけど、電話したらね、道の駅で預かってますっていうことだったんで、今回はで、戻ってきて、今取りに行ってます。すいません。あったそうです。申し訳ない。よかったです。じゃあ今からまた同じ道を戻ることに。すいません、もうまたしてもなってしまいました。じゃあ気をつけていきます。すいません。燃料のゲージがね動かないんですよね。でも300キロぐらい走ってるんですけど、まだ満タンなんですよね。で今からねちょっとよいしょ、なんかもしかしたら圧力とかの問題かなと思って、違うと思うんですけどね、一回キャップを開けてもう一回閉めてで走ってみます。変わらないと思いますけどね、一回やってみます。また同じ道をまた戻ることになりますね結構大変。よいしょ。ちょっと燃料入れてみてまた動くかやってみます。
目的地に近づきました。母ちゃん、はいここはライスランド深川はい道の駅ですね。ここはね、なんか物産館が充実してるっていう風に SNS で書いてあったので、見てみたいと思います。ライスランド深川で買い物して帰ってきました。ですね、トマトジュースを買いました。なんでかな、無塩のトマト、これ無塩の完熟トマトジュース、これをダンスの生徒さんたちのお土産に買いました。はい、これ1箱買ったかな。1箱買いました。であとは白い恋人を最後にまとめて買って終わりかなっていう、なんかちょっと寂しい感じになりますね。白い恋人を手に取ったらもう北海道の旅も終わりかなみたいな感じですかね。前回もそうだったね。そう、前回もそうだったね。さっきの道の駅ライスランドから少し走ったところに洗車場があったんで洗車します。もうね、虫がめっちゃついてね、大変なんですよね。なんかね、やっぱり北海道はね、虫が多いんで、もうフロントガラスがもうべっちゃべちゃについちゃうんで洗車して、でもね、明日ね雨だと思うんですけどね、なんか洗車しても意味ないかなと思いながら、もうね、すっきりしたいんで洗車しようと思います。右です。道の駅サンフラワー北流で、今日はねここで車中泊させていただくことにしようと思います。でここのねお風呂と、あとレストランに行って今日はゆっくりしようかなと思います。でこれから凪の散歩をこの公園でしようと思います。広いと思うんですね。向こうはね田んぼかなだと思うんですけどね、広いかなと思います。じゃあ散歩行ってきます。母ちゃん、はい。じゃあ温泉とレストランはい。行きましょう。レストラン。レストランじゃなかったっけ？レストランって書いてあるね、嬉しいね。なんかデパートの最上階のレストランみたいな感じですね。レストラン行ってでお風呂2回ぐらい入れたらいいね。今日はゆっくりしたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。道の駅サンフラワー北流でお風呂入ってで車中泊しようなったのにまた移動。何やってんの？なんか8キロぐらいのところに鐘の鳴る町チョサッペツなんかチップそうあるんですよその道の駅
駅そこのね温泉にさっきライスランドに行く時にその道の駅に行った時にその温泉のガイドをもらったんですよね。でね、その温泉がねやっぱ気になるんですよ。でもうねいつ来れるかわからないし入れる時に入ろうと思ってで今また向かってます。でもうそこで車中泊するつもりなんですけど結構ね駐車場がね先いっぱいだったんですよね。それが気になってるんですけど、まあ、とりあえず温泉とご飯をご飯はそこにピザがなんかグルメなんとか3位とかもあってんの、でそのピザも食べたいなと思ってるんで、まあ、ご飯とお風呂入ってで駐車場がもしいっぱいだったら今のところに戻る。今のところ駐車場がすごく大きいんで、まあ、これはいいなと思ってたんですけどフラットだし車中泊しやすそうでいいなと思ったんですけどちょっとねどうしても温泉がねなんか諦められなくてまあ温泉に行ってまた考えます。多分鈴の鳴る町鐘の鳴る町で車中泊すると思います、はい、本当に忙しいわじゃあ行ってきます。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は11分です。運転お疲れ様でした。母ちゃん、はい、やっと決まりましたこの道の駅、はい、鐘の鳴る町、チョップ別違うチップ別チップ別で車中泊させていただきます。今からご飯食べに行きます。この浜ナスで食べようと思います。じゃあ行ってきます。ちょっと予想外にねレストランがですねそうやってないんですよ。やってないというかやってるんですけどレストランの場所は営業してなくて休憩所で食べるみたいで賑やかやね。そうやね、賑やかです。母ちゃんのは緑のナポリタン。これがご当地グルメ第3位。私はエビフライ。じゃあいただきます。エビフライいただきます。いただきます。美味しい。美味しい。ちょっとね、なんかね、温泉第2ラウンド。第2ラウンド。もう温泉入りまくりですよ、北海道。ですね。じゃあ行ってきます。行ってきます。男の人がこっちでこんな感じで女の人はこんな感じ。はい、じゃあ母ちゃん、はい、2回目の温泉いただきます。現在の時刻は8時54分ですね。で今日はねご飯はもう作らずにレストランというかお風呂に併設されている食事処で食べてきました。でそれがねまた面白かったね。ちょっとねレストランと思って行ったんですけどレストランは空いてなくってレストランの厨房だけ空いててで休憩室で食べてきたっていう感じでしたね。まあこれもまたなんか予想外でしたけど面白かったですね。面白かったです。でなぎは今日だいぶ走ったんでもうこの通り、ね、最近ねよくこの時間も毎回寝ちゃいますね。走って疲れてご飯食べてね、ちょうど寝る時間ですね。まあ今日はまあまあ走れたかなっていう感じなんでちょっと疲れましたね。でパンてんこ盛りなんかどうしちゃったのっていうぐらいパンてんこ盛りなんですよ。まあ今日で食べるわけじゃないんですけど、まあ帰る時に買っとかないとなかなか北海道買えなかったからね。なんかある時にうわー買っちゃったら記憶があるんでなんか溜まっちゃってこんな風になっちゃいましたけどね。はい、で明日はですね札幌の方に向かって走っていきながら、どこか道の駅でですねまた車中泊をして
で明後日の夕方にフェリーに乗って青森に行くっていう感じですね。でまた青森からどんどん走っていくっていうことになると思うんですけど、で今日メーター見たらね3000キロ超えてたわ。もう3200キロぐらいだったかな、ぐらいね自宅から走ってますね。まあ走ってますかね。で日数が長いんで、1日にしてはそんなには走ってないんですけど、数字だけ見たらねもう3000超えてるのかと思いましたね。はい。でもうコーヒーを飲んでもうね早めに寝たいなと思ってます。はい。今日もいろいろありましたね。そう、今日は本当すいません。もうまたしてもやってしまいました。びっくりしましたね。もう乗っ取りに行ったら受付の女の人3人にだいぶ行っちゃいましたねって言われて笑われちゃいました。山口旅に続いてまたありましておろろ山口旅はね山口県の時は結構近かったんですよ。もう本当10キロぐらいで行けたんですけど、今回は片道50キロぐらいあったんで結構でしたね。往復で100キロぐらい走りましたけど、あってよかったなと思います。誰かが怪我したとかっていうわけじゃないんで、なんかそれだけで済んでよかったなと思いました。じゃあねコーヒーいただいて今日は寝る準備をしてね、今日は寝ようと思います。はい。ナギ動かへんな。ナギハウス行って。ハウス行ける？ハウス。はい、そうそう、上手。ありがとう。明日はちょっと距離走らなあかん。久しぶりにちょっと走らなあかんな。230キロぐらい走らなあかんちゃう。洞爺湖まで行こうかなと思って。洞爺湖って登別とか近くかな。近くはないと思うけど、洞爺湖まで行ったら次の日函館が近い。近くないな、それでも170キロぐらいあったかな。函館まで行ったら函館市場あるのかな。函館市場あるんちゃう。でも函館市場行こう思って朝早く行かなあかんやろ。ちょっと眠たいな。明日それやったら400何キロ走らなあかん。無理無理。もうどこでもドアちゃうっちゅう。どこでもどうやな。どこでもドアちゃうわ。パンついたって感じ。そうか。目いっぱい運転しとん。お疲れさんです。ただいまの時刻は10時42分です。今日は早いですね。北海道も残り2日となりました。で、明日はですね、札幌を越えて洞爺湖の方まで降りていこうかなと思います。明後日の月曜日は夕方のフェリーなので、それが函館からなんで、明後日の月曜日に洞爺湖のあたりから函館まで残りの距離を走るっていう予定です。で、その後、また青森から1250キロ月曜日の9時過ぎに青森に着くんですけど、フェリーが函館からですね。でそこから走り出して火曜日水曜日の2日間で走りきれたらいいかなと。一応木曜日の午前中ぐらいまでは時間の余裕を取ってるんで走れると思います。はい。あと2日なんですけども、北海道はちょっと寂しいですけどね。あと残りの2日も
できるだけね楽しんで回っていきたいと思います。じゃあ寝たいと思います。本日もありがとうございました。おやすみなさい。うわ落としたよ。あと下に来おへんの。おはようございます。今から道の駅鐘の鳴る町チップ別合ってるはい出発して、で洞爺湖の方まで下っていこうと思います。結構距離があるんですけど、ナビで見たら260キロぐらいありましたね。多分時間は6時間から7時間ぐらいかかるかな。なんかそんなかかんないんですけど、実際には寄り道したりとかしてたら多分それぐらいかかるかなと思うんで、できればお昼今7時過ぎなんですけど、できればお昼ちょっと過ぎぐらいには着きたいなと思ってます。はい、じゃあ出発したいと思います。行ってきます。今日もよろしくお願いします。札幌まであと40キロぐらいのところを走ってるんですけど、景色はこんな感じなんですよ。景色は抜けてるんですけど、横風も左から右に抜けてきちゃってて、すごくハンドルがねずーっとねちょっとこう左に当てながらこんな感じですね。だいぶ左に曲げてる状態で今操作してます。ちょっと風が回ってるんで今かなりあれですけどね、風に合わせながらハンドルをだいぶ左に切っていかないとまっすぐ走らないですね。で風よけの横を走るとハンドルが一気に左へ、今左に曲げてる状態なんで、これでまっすぐなんとか走ってるんですけど、で左に今風のね吹き流しがあるんですけど、もう真横に向かっちゃってましたね。なかなかねこういう横風になるとねキャブコンは辛いですね。もうめっちゃハンドルもほとんど左に曲げてるみたいなんで、200mで左方向苫小牧室蘭方面です。続いて左方向苫小牧室蘭方面です。左レーンをお進みください。今回は反対方向やな。母ちゃん、ここは三沢パーキングエリア、でまたこの人は別のキャンピングカーに乗り込もうとしてまして今ちょうどこの前にクレアっていうキャンピングカーが止まってたんですよ。全然形も違う、お分かりの方多いと思うんですけど、コルドリーブスとクレアって全然形違うじゃないですか。そのクレアに乗り込もうとしてるんですよ。もうびっくりする、もう本当に向こうの人えみたいな顔なんでみたいな顔になりますよね、それは本当に。
じゃあ出発します。天気がねだんだん悪くなってきましたね。やっぱり今日は雨みたいですね。天気予報通りみたいですね。まあでも雨の洞爺湖もいいかなと思うので何でもポジティブに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。大雨やな。急に大雨になりましたね。さっきは風がビュービュー吹いてた、今度は大雨、ちょっと前を見づらいぐらいの雨になりましたね。音もすごいですね。まあ多分洞爺湖は見えないと思います残念。雨降ったらあかんよね。まあここから回復すればいいですけどね。どうやろうな、今日は雨とは言ってたんですけど、こんなに降ると思ってませんでしたね。あ、じゃあ、はい。洞爺湖綺麗に、なんと、見えましたね。じゃあ洞爺湖こんな感じ。ダーン。で今からですね、この温泉街を散策して、で、もうホテルは予約してあるんでね、でディナーバイキングの、日帰り温泉セットね、はい、それを予約してるので、それが、1時から入れるのかな、お風呂が入る、はい、でゆっくり再入場もキャンピングカーを駐車場に置いてホテルで温泉入ってまたキャンピングカーに戻ったりっていうのができるみたいなんで、ゆっくりしたいと思います。でその前に今は11時過ぎやな、はい、ホテルに行く前にこの辺りでお昼ご飯食べれるところを探したいと思います。はい、じゃあ行ってきます。よかったね。すごいね。今日見られへんと思ってたわ。なんか今回湖はさ、屈斜路湖も全然見えへんかったし、屈斜路湖なんかねちょっと霧で見えなかったし、今日の日帰り温泉と、はい、夜の豪華バイキングディナバイキング、はここですね。こちら洞爺湖万世閣はいで予約をさせていただきました。まだちょっと時間が早いので、街を散策してるんですけど、お昼ね食べるところをどこがないかなと思ってるんですけども、なかなか決められず端から端まで歩いちゃいましたね。じゃあまた戻ります。ビュッフェやから食べなくてもいいよ。なんでそんな夜まで夜までまたよくあるパターンですね。腹をめっちゃ減らしてビュッフェに行くっていう。まあお昼ちょっと食べてからね、ゆっくり温泉に入らせていただきたいと思います。はい、目に電気なったね。めっちゃ綺麗になったわ。綺麗なもん見てるんちゃう。神戸は空気が本当に目に出る全然出えへんくなって目の前は真っ赤になったよな。ね、鉄のせいにちょっとなってるかな。赤ちゃん雷なったもんね。何全然怖くないんだ。何は雷全然怖ない。外やったら本当どこに隠れれるかな。雷になったらいつも風呂場行ってね。母ちゃん、はい、綺麗なホテルですね。そうですね。こんな格好で来ていいところかなって。毛だらで今からねお風呂に入って、男性が8階で女性は1階、だいぶ離れてますね。ねでその後にご飯、食事です。で今日の夜は道の駅、この洞爺湖の近くにある道の駅へ行って車中泊をしようかなと思ってます。はい、じゃあ綺麗なホテル楽しんできます。男性が地下1階で女性が8階でしたね。で私は今地下1階に降りてきて、こんな感じ、めっちゃ立派、すごいですね。なんかかっこいい。なんかすごい。なちゃん、温泉。もう最高でした。ここすごいですよ。まず入って行ったらね、びっくりした。のれんの大きさにびっくりして、でその中に入っていったら前にね、今わかんないとこ言ってたんですけど、バーって書いてあるんですよ。でダーッとねボトルが並んでね、
でこれは何や お酒かなと思ったらシャンプーとコンディショナーがいろんなシャンプーとコンディショナーのバーがあって、あんなん初めて見たね。なんかテイスティングみたいな感じそうでちっちゃいでコップにね入れて、でそれを持っていったらお風呂で使えるっていうのなんですけど、最初まあなんとなくは分かったんですけど、まあ、一回お風呂入ってみようかなと思って結局裸で取りに行ったそれ入り口にあるんですよ。入り口ののれんの向こう側にあって、のれんのこっち側人が通ってるんですけど、ちょこちょこちょこって言って取ってで頭それで洗ったんですけど、裸でだからもう一回入ってからやったから、お風呂はね大きいね。大きいからなんかね、女性は8階だったんで、あ景色めっちゃいいんか。すっごい良かったんですよ。男性なぜか地下なんですよどういうこと景色見えない？見えへん、なんか壁があって空が見えるだけ、まあでも入れ替えなんちゃう、明日が上とかなんちゃう、ほんならまあ泊まってる人は両方行けるっていうことなんじゃない？めっちゃ景色いいね。でもびっくりして、上から見るとやっぱり全然違う。湖畔がな、めっちゃ綺麗かった。それはいいよな。めちゃめちゃそれは羨ましいな。なんかね全然何も見えなかったですけど、残念やなそれは。まあでもお風呂自体は、そうシャワーの圧はめっちゃ強いです。で温度も最高っす冷たいのから熱いのまで最高っす。悪いとこないやね。はい、良かったです。すごい良かったね。多分私たちは今回夜ご飯のついたセットで頼んでるんで、ちょっとお風呂の値段ははっきりしないんですけど、多分1200円ぐらいだったと思います。お風呂だけだったらね。セットにした方がなんか多分安かった。そうお風呂そうやお風呂のセットにしたらちょっと安かったんですよね、お風呂に入るのね。1000円ぐらいでお風呂が入れるみたいなことと。違うわ、1500円。土日1500円って言ってたね。平日が1200円で土日が1500円だったと思います。決して私はこのホテルの回し物ではありませんすごい良かったですね。いやもう本当ね、なんかもう一望できる、夕食ちょっと楽しみじゃないこれやったら。いや本当楽しみ。最初ねちょっとねやっぱりこの温泉街がちょっとねガランとしてたんですよ、昼間。まあ昼間だったんで1時とかだったんでそれも理由だと思うんですけど、でも今はねホテルの受付にチェックインする人めっちゃ入ってくるな。どんどん入ってきてます。こんなすごいんやな。団体さんみたいな。これはちょっと良かったね。いやでも景色見てもらいたい。見たいけどめちゃめちゃ綺麗。湖畔が見れるってそれは綺麗やろな。上から見るとまた違う。そんなん言ったって見られへんねんもん髪の毛長いから開けまへん入れるかじゃあ凪のところで撮ります。羽がすごいな。そうドライヤーしたんだけどちゃんとセットしたんだけど羽飛んですぐ髪伸びるねすごいですいません私もすぐ髪伸びるんでスケベですいませんスケベの母ですスケベの父ですスケベです悲しいやっぱりやろう。ナギがもうちょっとナギほんならもうちょっと向こう向いたってナギもうちょっとそっちやな。はいそこで待て。はい待ってよ。はい待って座ってしもたではいうちはこんな感じいやいいんじゃないですかいいと思いますよ。ナギちゃんありがとう、楽しみのビュッフェ行きましょう。はい、最後の晩餐です。最後の晩餐ですね。めっちゃカジュアル。楽しみ。ドアップすぎた。生唾飲みました。どうですか？ビュッフェなんかいろいろまだたくさんあるのでまだ大事だね。大事お寿司ばっかり。お刺身ばっかり。私はとりあえずまず全部埋まってないんですけど、これからゆっくり食べます。じゃあいただきましょう。はいいただきます。美味しそうです。そっから。なんか取りに行くのにだいぶ歩くね
いぶ遠いんです。だいぶ遠い。これは手作りラーメンですか？自分でね、うん作れるんで楽しいです。こんな風にたくさん麺入れて。塩、海鮮塩ラーメン。海鮮塩ラーメン、ホタテとハマグリのスープです。お塩はいいですかね。ああ、いいですね。はいこのまま一回食べてみましょう。はい、美味しそうです。あ、母ちゃん、はい。今日は北海道最後の夜ですね。はい、もう本当に楽しみましたね。なんかちょっと名残惜しくうんなってきました。本当にねちょっと寂しい気持ちもありますし、また次の旅への思いもありますし、なんかいい旅でしたね。本当になんかどこ見ても景色も綺麗し、そうだね食べ物も美味しかった。うん北海道はやっぱり。自分はやっぱ景色ですかね、撮影したりするのが好きなんで、そうするとやっぱりこの辺の画角がいいなとかって思うものをどこを見てもそれがあるっていうのはね、もう気持ちがねすごい上がるんですよね。あれがやっぱり楽しかったな。あとはナギがまた成長したかな。そうそう、なんか久しぶりにナギのディスクね、フリスビーね、あんなにね長いことを走って、今までねそんなに長い距離を走れなかったんですけど、今回はね30メートルのリードをいっぱいいっぱいまで走るぐらいだったからね。キャッチしてる姿がすごいなんかおなぎ頑張ったと思って成長してると思って、前はねよく落としたりとかしてたんだけど、今はちょっと踊りさん、あれもうそこからやる気なくしたりとかしてたんだけど、すごい落ち込む。そうそう。でも今はね、なんとしてもなんか手使ってでもこう一生懸命ビューって伸びたりとかして、なんかすごいちょっとなんか成長した姿が見れて嬉しかったです。やっぱりね、いろんな空気、風をナギも感じたみたいで、そこにはね匂いもあると思うんですけど、でさっきねボーダーコリちゃん、この地元の方って言われてたんですけど、ボーダーコリちゃんに会ったんですけど、その子1歳ですごい落ち着いててで女の子でちっちゃくって可愛くって、でナギはもう1歳10ヶ月やのに、なんかね一人久しぶりワンちゃん久しぶりみたいなのでね、一人大興奮で、ちょっとねまだまだやなみたいになりましたけど、でもそのねボーダーコリちゃんはね小柄だったんですよね。でね、ナギはね大きいんですね。最近ね見る人が大きい子ですねって言われるようになってきて、その子なんか3分の1ぐらいに見えたよな。そう本当に細くてね、なんか愛らしい感じの子だったね。ナギはでっかくてうんがやってるからなんかあれうちの子前まで細マッチョやったのにもうめっちゃゴリマッチョみたいになってるな。ゴリマッチョになってましたね。向こうの人も大きいなって言ってましたね。じゃあね、ここから道の駅、2カ所ぐらい今考えてるんですけど、できれば函館に近い方のここから50キロぐらい走るんですけど、そっちの方に行きたいなと思ってます。走った都合で決めたいなと思ってます。じゃあナギのところに帰って出発します。すごい雨ですね。なかなか前が見にくいから。雨でほとんど見えないね。もうあと半分ぐらいかな。22キロぐらい。完全に気をつけていきます。右行って右。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は10時間52分です。運転お疲れ様でした。どうなってんのか分からへんの来たら。映っとるかな。映ってますか。出たなんて。母ちゃん、はい、道の駅黒松内に着きました。はい、広い駐車場が ね、ちょっと暗いんであんまりわからないんですけど、多分広いところなんじゃないかなと思います。でここはちょっとどうやったら見えるのかな、これぐらいで見えてるのかな。ここはですね焼きたてのパンが有名だそうで、はい、で9時から販売されるのと10時から販売されるのが
違う種類のものが販売されるそうで、明日の朝はそのパンをね買えればなと思ってますはい、そんなことばっかり考えてますパン好きパン好きパン祭り毎日祭りや温泉とパン祭り北海道それしか思い出ないんで、ね、やんなことないです。そんなことないです。じゃあここでね今夜は車中泊させていただきたいと思います。ちょっと暗いんで映ってるかわかんないですけど、多分映ってるかな。で、ちょっとぼやっと出てますかねです。はい、じゃあ寝る準備したいと思います。でもその前にちょっとコーヒー飲むかなもういいか寝る準備はい、時の流れに身を任せますめっちゃ雨やったけど、今お月さんがちょっと隠れちゃったかな。なんか北海道の天気ってすごい晴れのイメージがあったんですけど、めっちゃ雨降るんやな急にスコールみたいになったりなんか俺北海道の天気ってこんなんやねんなって思う、であとね6月めっちゃ寒いです本当にめっちゃ寒いよな。寒かったり夜はすごい寒いけど、昼間はなんか半袖で行けたりとかするから、まあそんな時もありますね。気温差がね結構あるんで、6月とか7月ぐらいまで、前半ぐらいまでは多分めっちゃ寒いと思うんで、ジャンバーとかねしっかりと防寒して来られるのがいいかなと思いますかね。海の方はね風があるからそうですね、特に寒かったっていうイメージが、天候の急変がやっぱり大きいような気がするね。なので来られる、もし予定されている方は防寒しっかりしてください。はい、何ハウス行って、そこで待っといて。今日は左下がりかな、ちょっとだけちょっとだけ下がってんな、誰か間違って足で押しよったんやなK の音やからありそうやななんか足かけとったらなっちゃったみたいな。よくやるタイプジムに乗るようやっとったあみたいな。最後の夜やな。なんかなんや寂しいわ。なってくるなんやね。めっちゃ寂しいよ。ねえ、なんかちょっともうお家ちょっと忘れつつある。ほんまやな。20日、まだ言うても帰られへんねんけどさ、あと2回ぐらいは寝なあかんけど、でもなんかあれやな、夏休みが終わりでいく気分やな。ただいまの時刻は10時37分です。お布団に入るのは早いですね、この時間だったらね。いつもは12時前ぐらいだったりするんで、今夜は10時37分ですね。で、今夜がついに北海道最後の夜になっちゃいましたね。いい旅でしたね、本当に。はじめね、15日間を北海道で使うっていう風にスタートしたんですけどね、この旅は。最初はね長いかなと思ったんですよ。でもね、今となってはね何度も言いますけど、あっという間に過ぎるもんですね、こういうのってね。その最初はねまだ2週間以上あるとかと思ったんですけど、2週間なんてあっという間なんですよね。本当にこのなんともね壮大な北海道ではね、やっぱりちょっと足りないなって思いますよねじゃあどんだけ必要やねんって思うんですけど、やっぱり1ヶ月ぐらいであったかなぐらいな感じなんですかね。で、しっかりというか満足して回ろうと思ったら2ヶ月ぐらいないと
なんか北海道満喫したなとは思えないのかな。でも2ヶ月あってもね、結局2ヶ月経ったら短かったなって言ってるんでしょうね。まあ今回はね半月の日程だったんですけども、北海道はやっぱりねまた戻ってこようと思いますね。次は1ヶ月、倍の1ヶ月ぐらいでゆっくりね、また温泉とかもっともっとね、多分いろんな場所があると思うんでね、 SNS とかで載ってないようなところをね、自分たちの足でね探り当ててみたいなって思いますね。そうなるとやっぱり1ヶ月半ぐらい必要かなと思いますよね。はい、3倍ぐらいはいると思いますね。この北海道の最後の夜をね、しみじみと噛みしめて眠りたいと思います。すぐ寝ますけどねそれでは寝たいと思います。本日もありがとうございました。おやすみなさい。母ちゃん、はい、向こうの端まで行って帰ってきてください。で途中でこけるのはなしでお願いしそます。れはないですから。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、投げといで。母ちゃん、はい、じゃあ道の駅黒松内はい、のパン屋さんパンさん、行きましょう。はい、パン買いましたね。はい、これがオレンジディッシュ、これがアップルディッシュ、はい、ディッシュばっかりや。ディッシュばっかりでも買えなかった焼きそばパンこれね、どこの道の駅やったかな。最後の1個前の人がね、最後の2つ、前の人が2つとも取っちゃって買えなかった。そうやね。そうこれ心残りやったの。そうコッペパンのね、北海道でね焼きそばパンが食べたかったんですけどこれ買いました。はい天気いいな。半袖でいいくらい。今函館山に着きました。ここが私たちの北海道旅の最終地点となりました。景色はこんな感じです。
'cause this summer day you're like the scent of coffee brewing in the morning. You're like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You're like a cabin made for two while inside is snowing. Oh, 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 oh. And every time I take a look into your eyes, I get the feeling you know. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? 'Cause you lighten up the place just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, the sound of tears and violence rise. 'Cause your laughter is the soundtrack of my life. 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 You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. When all is new. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new.